皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。サーマルテイクのザタワー300になります。ザタワー300。今回はサーマルテイクさんからご提供いただきました。で、このザタワー300なんですが、縦型デザインを継承した八角柱のボディで、縦置きだけじゃなくて横置きにも対応したケースとなっています。それはなかなか面白そうね。では今回はこちらのザタワー300を見ていきましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それでは早速開封をしていきましょう。ということで早速ケースが出てきました。なんか縦長っぽい感じね。こちらのザタワー300ですが、直立型の MATX ケースとなります。カラーバリエーションも豊富で、全7色のラインナップとなっています。真ん中の水色とか可愛いわね。抹茶やイエローなどいろんな色があっていいですよね。でこれだけ豊富な色なのに、なんであんた黒を選んだのよ。いや確かにいろんな色は色でいいんですが、一番ベーシックな黒のケースにパーツを入れたらどんな感じになるのかなと思って、あえて黒を選んでみました。なるほどね。こちらのザタワー300なんですが、色によって最安価格が違うのですが、動画編集時点で黒の最安が2422円でした。で、この後実際に使用してみるのですが、ほぼジャスト2万円なら割とありなのではないかなと思えるようなケースでした。そんなに良かったの？いい部分もあれば、個人的に不便なところもありましたけどね。続いてケースの特徴ですが、横 342× 高さ 551× 奥行き 281mm で約 8.3 区具、ミニタワータイプのケースです。上部には電源とリセットスイッチ、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、マイク ×1、ヘッドフォン ×1 が付いています。ここら辺は必要最低限のポートって感じですね。では一旦バラバラにしていきましょう。まずはじゃなかった頭を外して、ガラス面も外していきます。フロント3面部分がガラスパネルとなってます。次に側面。底面のダストフィルターも取り外しできます。こちらがスカスカ状態になります。どのパネルもツールレスで取り外しができるのはかなり簡単でいいですね。映像にはありませんでしたが、左側と裏面も取り外しできます。裏面にはストレージを取り付ける部分もあります。3.5 インチのハードディスクまたは 2.5 インチの SSD を2台取り付けることができ、右側面のところにも1台取り付けることができます。ただこちらは 360mm 簡易水冷を使用する際には干渉してしまうのでご注意ください。ではここから実際にパソコンを組み立てていきましょう。シュラララ。それではまずはケースにパーツ類を入れていきましょう。今回はすでにこちらをご用意しました。使用しているパーツ類はこんな感じ。今回はミドルスペックであまり光らないパソコンを作っていきたいと思います。CPU は10コア16スレッドの14世代インテル Core i5-14400F です。性能としては、マルチが14405と15367ポイント、シングルが1698ポイントでした。多コアになって i5 でもこれだけのスペックがあるのもすごいですよね。ということでマザーボードを取り付けました。倒立型になるのでメモリが下、GPU が左側、インターフェース類が上になる形になります。続いて簡易水冷のご紹介です。今回使用するのはサーマルテイクタフリキッドウルトラ360になります。こちらは 2.1 インチの LCD ディスプレイを搭載し、CPU の温度やファンの速度などのシステム情報や、お気に入りの画像や、GIF 動画を表示させることも可能な簡易水冷クーラーになります。価格は動画編集時点で最安27,388円です。こちらの LCD ディスプレイは回転もするので横向きや縦向きどの向きでも使用可能となっております。CPU 接地面は銅製バックプレートを使用しており、CPU をしっかりと覆える大きさとなっています。高風圧ファンのタフファン12ターボが使用されています。こちらのファンは RGB 等はついていないので光ったりしません。なので光らせたくないけど高風圧なファンが欲しいって人にはいいかもしれませんね。それではこちらを取り付けていきます。今回こちらのケースには側面にラジエーターを取り付けられます。対応ラジエーターは 420mm サイズまで搭載可能です。で、取り付ける際にまずはファンのケーブルをケースの裏面に通して、それからラジエーターを収納していきます。ネジ止めをして、次にバックプレートを取り付けていくのですが、パーツリストにはこのように LGA シリーズの名前が書いてあるのですが、どっちがどっちなのかわかりにくかったです。ああ。
確かに微妙だけど。左が LGA2000 用かな。そうですね、左が2000用、右が1700か1200など用になります。では LGA1700 と書かれたバックプレートを背面に取り付けて、ネジで留めていきます。こちらの簡易水冷の性能なんですが、アイドル時で34度、マルチ実行時で最高57度としっかり冷やせていました。これなら i7 クラスでも問題ないかと思います。続いて水冷ヘッドにマウントプレートを取り付けていきます。この字型のプレートを差し込むだけで OK なのでこれはかなり簡単ですね。こんな感じで最後まで押し込めたら大丈夫です。マザーボードに取り付けていきます。こんな感じで取り付けは完成です。続いて GPU を取り付けていきます。先に拡張スロットのところを開けておきます。そしたら GPU を取り付けていきます。今回使用する GPU は、パリットの GeForce RTX 4060Ti Dual 8GB になります。補助電源は8ピン1つだけで、FF14 暁のフィナーレベンチマークの 4K 最高設定でスコア9300、平均 FPS63、最低 FPS42 と 4K でも良いスコアを出しており、WQHD ではスコア18290、平均 FPS126、最低 FPS71、フル HD ではスコア22690、平均 FPS164、最低 FPS67 とかなり高いスコアを出していました。ということで取り付けができました。こちらのケースなんですが、対応 GPU が電源カバー搭載時で最大 280mm、非搭載時で 400mm まで対応となっています。試しに私が持っている RTX4090 を取り付けてみたんですが、RTX4090 も余裕で入る大きさとなっています。さらに後ろにも余裕がありそうでいいわね。入ることは入るんですが、電源カバーがなくてもこの後電源を入れた後にその隙間にケーブル類が来るので、もしかしたら結構ギリギリ感はあるかもしれません。シュラララ。最後に電源のご紹介です。使用する電源は、タフパワー GF3、1200W PCI Gen 5.0ゴールドになります。こちらは80プラスゴールド認定取得で PCI Express 5.0に対応する、ハイエンドシステムに最適な高出力の電源ユニットになります。今回の i5-14400F と RTX4060Ti の組み合わせでは大きすぎる容量ではあるのですが、逆に i9 と RTX4090 の組み合わせでも十分な容量になります。価格は動画編集時点で最安26,491円です。1200W 電源の中では安い方かなと思います。12V ハイパワーにも対応しているので RTX40 シリーズにも安心して使用できます。では取り付けていきます。まずはケースについている電源カバーを取り外していきます。こんな感じで取り外したら、このカバーを電源に取り付けていきます。取り付けたら必要なケーブルをつなげて、ケースに取り付けていきます。ケースに入れる際は、ケーブルから先に入れていく感じになります。もともとついていたネジを止めて収納は完成です。続いてこちらはオプションパーツになるのですが、3.9 インチ LCD スクリーンキットを取り付けていきます。こちらはシステム情報や好きな画像を表示可能でザタワー300シリーズに対応する LCD パネルキットになります。価格は動画編集時点で17,980円だったのですが、どこも在庫切れみたいです。入っているものはパネルとケーブルだけになります。見た目はかなりシンプルで USB Type-B で接続します。こちらはケースに最初から付属している穴が開いているケースに取り付けるだけなのでかなり簡単に取り付けができました。では配線処理を行っていきます。実際にやってみてちょっと難しかったところをご紹介していきます。まずはこちら、マザーボードの通常下部分にあるオーディオや USB コネクタの部分になります。こちらの隙間がかなり狭く、裏から出して折り曲げて差し込むような形となっていて、結構ギリギリだなというのを感じました。続いてこちら、CPU の補助電源になります。これ私が電源を最後に入れてしまったのが原因かもしれませんが、簡易水冷を使用する場合は、先に電源と CPU 補助電源を取り付ければ問題なかった可能性もあります。簡易水冷を取り付けてから CPU 補助電源を取り付けようとすると8ピンを通すのにかなりギリギリな感じでした。なので、皆さんは簡易水冷を取り付ける前に CPU 補助電源を取り付けましょう。ということで配線関連で大変だったのは今の2点ぐらいになります。基本的に配線類はケースの側面部分に収納ができるので見た目はかなりスッキリします。確かに真ん中が綺麗に見えるわね。多少ごちゃついているのはご了承ください。ではケースを元に戻して、
ということで完成いたしました。早速電源を入れてみましょう。シュラララ。ということで完成いたしました。今回は RGB にこだわらない黒ベースのパソコンを作ってみました。メモリも光らせない方が良かったかなと後から思ったんですが、まあワンポイントぐらいあってもいいかなと。まあその辺は好みね。では最後にもう一つ、ザタワー300シリーズ専用の横置きスタンドをご紹介します。価格は動画編集時点で4980円だったのですが、こちら在庫切れみたいです。先ほどのスクリーンといい、もしかしたら取り寄せ品かもしれません。カラーバリエーションは本体カラーに合わせた色で全てあります。私は本体カラーをブラックにしたのでこちらも同様にブラックを選びました。入っているものは底面パネルと、横置き用のスタンドが入っていました。ではこちらを実際に取り付けていきましょう。まずは本体を横向きにします。底面についているダストフィルターを取り外します。続いて足のネジが4箇所あるのでそれを取り外して、足を外します。こんな感じに取り外します。続いて付属されている底面パネルを取り付けます。これで本体の方は準備完了。続いて横置き用のスタンドに支えとなる足を取り付けていきます。こちらははめ込んでいくだけのものですが、結構力を入れないと入らないのでご注意ください。2箇所取り付けたら完成。ここにパソコンを乗せていきます。乗せるとこんな感じになります。横向きにすると見た目的にも結構変わりますが、ケース自体が結構大きいのでデスクの大きさに余裕がないと難しいかもしれませんね。皆さんは縦向きと横向きどっちが良さそうですか？ということで今回は、サーマルテイクさんのザタワー300をご紹介しました。あんた的にはどうだった？そうですね、ケース自体はマイクロ ATX マザーボード用のケースでしたが、結構組みやすかったなといった印象です。難点だった2点を除けば、配線処理もしやすいし良かったかと思います。カラーバリエーションも豊富ですし、種類を選べるのもいいですよね。確かにいろんな色があるのはいいわよね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またねー。